こんにちは。お久しぶりです。白石です。今回は SD ワールドヒーローズ、アーサーガンダムマーク3を作っていきたいと思います。このシリーズの SD は以前にも作りましたが、格好よく仕上げるのはなかなか大変なんですよね。ということで、早速アーサーガンダムの箱の中身を確認していきましょう。はい。こちらが今回作成する、SD ワールドヒーローズ、アーサーガンダムマーク3になります。SD ガンダムとは思えないかなり分厚い箱ですねこれ。箱の中にはシールと説明書が1枚。そしてクリアパーツを含むランナーが7枚入っています。SD ガンダムにしてはランナーの数が多いですね。箱の分厚さも納得のない容量です。それではアーサーガンダムの組み立てを始めていきたいと思います。組み立てに使用するのは、タミヤの薄刃ニッパー。このニッパーでサクサクパーツを切り出して組み立てていきます。改造や塗装をするのであれば、この段階でピンや、スナップフィットの受け口をニッパーで加工しておくと、後で組み立てたものをバラバラにするときに楽になります。はい。こちらが組み立てが終了したアーサーガンダムマーク3になります。いやー、西洋風な見た目が非常にかっこいいですね。劇中では王様のキャラクターでしたが、ゴージャスな雰囲気が立体物でもしっかり表現できていると思います。クリアパーツを全乗っけしたアーサーガンダム。これもかっこいい。特に頭部の王冠がいいですねこれ。ですが、全体のフォルムが少し丸っこい。ということで。はい。それではアーサーガンダムの改造を行いたいと思います。まずはパーツの各部に開いている肉抜き穴の処理から始めていきます。はじめにアルミホイルを肉抜き穴に詰めていきます。使用するアルミホイルは何でもいいですが、100均などで手に入る安いものを使うとコスパがいいと思います。さて、このアルミホイルを、超触スティックを使用して、肉抜き穴に詰めていきます。私はこの作業に超触スティックを使用していますが、超触スティックではなく、爪楊枝などを使用してもいいかもしれませんね。さて、続いてエポキシパテを用意します。2つのパテがよく馴染むように混ぜ込み、このよく混ぜたパテを、アルミホイルを詰めた肉抜き穴に持っていきます。一番初めにアルミホイルを肉抜き穴に詰めた理由ですが、このパテを詰める作業での、パテの使用量を抑えるためです。一つのパテでたくさんプラモデルを作れた方がいいですからね。節約ですよ、節約。はい。エポキシパテが乾燥したら余分な部分を削っていきます。まずはデザインナイフを使用して、パテを大まかに削っていきます。大まかに削ると言っても適当に削るのではなく、ある程度パーツの形に沿ってパテを削ります。パテをある程度削ることができたら、彫刻刀を使用して、パーツの形を出していきます。彫刻刀でパーツを削る目安は、肉抜き穴部分にあるパーツのアウトライン。このラインに沿って彫刻刀を動かし、少しずつパテを削ると、左右対称の綺麗なパーツが作れるかな？彫刻刀である程度パーツの形を作れたら、ガタガタになっているパーツの表面を、紙やすりを使用して、綺麗に整えていきます。この作業で使用するのは240番や400番の、比較的粗めのヤスリを使うといい感じです。目の細かいヤスリを使ってもいいのですが、めちゃ時間がかかりますからね。まあ、ここら辺は個人の好みで使う番手を変えて作業した方がいいですね。続いてパーツに筋彫りを行います。この作業で使用するのは、ラインチゼル。このラインチゼルでパーツのモールドに沿って筋彫りを行います。パテ部分の筋彫りは、せっかく成形した形が崩れるといけないので、あまり力を入れず、ゆっくり作業をしましょう。これらの作業をすべての肉抜き穴があるパーツに行えば、穴埋め作業は終了です。はい。続いて各パーツのシャープ化作業を行いたいと思います。まずはシャープ化を行うパーツの先端を、紙やすりを使用して、平らにならしていきます。続いて、毛書き針を使用して、平らにならしたパーツの先端に傷をつけます。次に毛書き針でつけた傷を目印に、ピンバイスを使用して、少しだけ穴を開けていきます。今回はパーツの先端に 0.5 ミリの穴を開けました。穴を開け終えたら、パーツの先端に金属製の芯を差し込みます。この芯を差し込むことで改造部分の強度を高めることができます。パーツに芯を取り付ける補強作業が終了したら、
パーツの先端にプラ板を貼り付けていきます。貼り付けに使用したのは、瞬間接着剤と、1ミリのプラ板です。パーツに貼り付けるプラ板は、中央部分に芯と同じ大きさの穴を開けています。パーツの先端に貼り付けるプラ板の枚数ですが、アンテナなどの大きなパーツは4から5枚。その他の細かいパーツはプラ板を1枚貼れば先端部分がトゲトゲになると思います。さて、パーツの先端にプラ板を貼り、瞬間接着剤が乾燥したら、プラ板を削る作業を行います。まずはタミヤの薄刃ニッパーを使用して、パーツからはみ出ているプラ板を大まかに切り取ります。ニッパーを使用してプラ板を切り取った後は、ヤスリを使用して、パーツの先端がトゲトゲになるように、ひたすら削っていきます。この削り作業に熱中するあまり力を入れすぎると、このようにポロリとプラ板が取れてしまうので注意が必要です。さて、作業中にプラ板が取れてしまった場合ですが、修理は一番最後、他の部分を尖らせた後にしましょう。接着剤が乾燥するのにも時間がかかりますからね。待ち時間をできるだけなくした方が効率がいいと個人的には思います。と、このような感じで、デザインナイフ、鉄ヤスリ、紙ヤスリ、これらの道具を使用して、各パーツをシャープに仕上げていきます。いやー、それにしてもこのアーサーガンダム、シャープ化が必要な箇所が多すぎて作業が大変ですねこれ。ですが、パーツをトゲトゲにするとかなり見栄えが良くなるので、やって損はないですね。はい。続いて剣部の合わせ目消しを行います。合わせ目消しに使用するのは、流し込み接着剤。この接着剤を合わせ目にたくさん流し込み、接着剤がプラスチックを溶かすまで、少々時間を置きます。接着剤を流し込み少し時間を置いた後に、合わせ目から溶けたプラスチックがはみ出るように、パーツを思いっきり貼り合わせます。この時に合わせ目全体から、ムニッとプラスチックがはみ出ているようであれば、合わせ目消しは成功。最低でも1日接着剤を乾燥させましょう。さて、接着剤が乾燥したら、合わせ目からはみ出たプラスチックを、デザインナイフで、少しずつ切り取っていきます。大まかにプラスチックを削ることができたら、ヤスリを使用して、パーツをきれいに整えます。アーサーガンダムにある合わせ目はここの肩アーマーだけなので、すぐに作業が終わってしまいますね。パーツが銀色で少し見づらいですが、しっかりと合わせ目が消えています。これで合わせ目消しは終了。続いて背部パーツの改造を行います。ここの背部についているジョイントの受けは、使う予定もないし、見栄えも悪いので取ってしまいましょう。まずはジョイントの受けに、エポキシパテを詰めます。パーツが金色で少しわかりづらいですが、この時に、できるだけ底の方までしっかりとパテを詰めます。エポキシパテが乾燥したら、デザインナイフを使用して、パテとパーツのジョイントを少しずつ削り、パーツの形を作っていきます。この作業では、おろしたての切れ味の良いデザインナイフを使用して作業をすると、ストレスなく作業できると思います。デザインナイフを使用してある程度パーツの形を作れたら、紙ヤスリを使用して、デコボコに荒れているパーツをきれいに磨きます。この時にパテとパーツの境目がわからなくなるように、丁寧にパーツをヤスリがけしましょう。ヤスリがけが終われば、背部の改造は終了になります。はい。こちらが改造作業が終了したアーサーガンダムマーク3になります。今回は本当に改造作業が大変でした。ずっとプラ板を貼り付け、そして延々とプラ板を削っていた気がします。ですが、しっかりと全てのパーツに手を加えることで、見た目が非常にシャープな印象になりましたね。何も手を加えていない状態もかっこいいですが、ここまで改造をするとものすごく愛着が湧きます。はい。アーサーガンダムマーク3にサーフェイサーを吹きました。色が統一されるとよりかっこいいさが引き立ちますね。改造作業時に行った筋彫りも、この段階で効果を確認することができます。合わせ目も綺麗に消えているし、プラ板とパーツの継ぎ目も目立たず、自然な感じに仕上がっています。ただ、背部パーツの改造箇所にあらが、パテが最後まで詰まっていなかったみたいです。まあ気がつかないふりをしましょうかね。アーサーガンダムにサーフェイサーを吹き終わったので、続いて塗装作業を行いたいと思います。
まずはパーツの裏側を黒く塗りつぶしていきます。この塗装に使用した色は、タミヤのナトーブラック。パーツの裏側を塗りつぶすことで、プラモデル特有のチープな雰囲気が消えるので、すぐに派の方もガンダムマーカーなどで試してほしいですね。続いて銀色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのシルバー。今回のアーサーガンダムは、成型色の暗いシルバーで塗装するのではなく、白色の強い明るいシルバーで塗装をしてみました。明るいシルバーの方が正規視感が出そう。続いて青色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのメタリックブルー。ここは通常の青色でも良かったのですが、見た目が騎士の SD ガンダムは、全体がメタリックになった方がかっこいいと思うので、メタリック塗料をチョイスして塗装してみました。続いて金色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、タミヤのゴールドリーフ。この金色はザ・金色。というような見た目の色なので、個人的に気に入ってよく使っています。続いて黒色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスの黒鉄色。部分塗装に使う色は、メタリックグレーでもいいかなと思っていましたが、グレーでは色が少し薄く、完成時にあまり目立たない印象を受けたので、部分塗装の黒色は黒鉄色を使用して塗装しました。続いて赤色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、クレオスのメタリックレッド。この色に関してはメタリック感があまりないため、発色のいい赤であれば何でもいいかな。続いて茶色の塗装を行います。この塗装に使用した色は、タミヤのフラットブラウン。色の面積も使う部分も少ないので、素直に通常のブラウンを選んで塗装しました。はい。塗装が終了したので最後に墨入れを行いたいと思います。墨入れに使用したのは、タミヤの墨入れ用塗料ブラック。アーサーガンダムは SD 体型で、モールドも多いキットなので、色の濃いブラックで墨入れをしてみました。墨入れの色は個人の好みがはっきり分かれますよね。墨入れ塗料が乾燥したら、エナメル溶剤を綿棒に含ませ、余計な部分についている墨入れ塗料を落とします。この塗料を落とす作業なのですが、アーサーガンダムのような複雑なモールドがあるパーツは、綿棒の先端をほぐしてふわふわにしてから、塗料を落とす作業をすると、エッジ部分の塗料が削れることが少ないのでおすすめです。デメリットは、めっちゃ繊維がつくことくらいかな。溶剤が乾いた後に筆などで繊維を取り除くといいですね。はい。塗装が終了したので最後の仕上げを行います。まずは付属のシールを目に貼っていきます。軽くシールをパーツに乗せて位置を決めたら、綿棒などの柔らかい素材でシールをぴったり貼り付けていきます。勢い余ってシールの縁までこすってしまうと、綿棒の繊維が余計なところにつくので注意が必要です。今回は割とうまくシールが貼れました。続いて胸部に取り付けるクリアパーツを作ります。端材のクリアパーツランナーをライターで炙り、ビス状のクリアパーツを作ります。この作ったパーツを胸部に取り付けたら完成。これでアーサーガンダムに行うすべての作業が終了になります。はい。こちらが完成したアーサーガンダムマーク3になります。これは、かっこいいじゃない。ここまで格好よく仕上がってくれると、時間をかけて作った甲斐がありますね。非常に見応えあると思います。それにしても、素組みの状態と比較すると全く別物になりましたねこれ。付属のシールを貼るだけでは原作再現できないのは結構辛い。まあ、その分お値段がお手頃なのでしょうがない感じですかね。はい。アーサーガンダムにポーズをつけてみました。いろんなところがトゲトゲになっているので、動かすのが本当に大変です。ちょっとパーツが干渉しようものなら、すぐに先端が折れてしまいますからね。さて、余談はここまでにして今回の作成で失敗したところを、
今回は通常の改造作業は比較的うまくいったのですが、思いつきで始めた。剣部にクリアパーツを埋め込む改造に失敗し、見事にパーツが変形するという失敗をしてしまいました。熱したクリアパーツを穴に押し付け型を取ろうとしたのですが、まさか押し付けた側の型パーツも熱によって変形するとは。ここはお湯丸などのアイテムを使って、横着せずに改造した方が良かったです。変形した型パーツを見たことで作成意欲が激苗した思いで。ということが、今回の作成で失敗した部分になります。それでは最後に、アーサーガンダムマーク3作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何か作ったら動画にして投稿するので、その時はご視聴いただけると幸いでございます。では、さよなら、さよなら、さよなら。Are you listening?